はい、ということで、この場所にこれから船を移動するんですけど、ちょっとね、なんか草が生えたりとか、結構散らかってるんで、掃除しようと思います。さあ今回はなぜか掃除から始まるという展開なんですけれども、現在マレーシアのランカウイ島で船を浄化しておりまして、前回はコルが日本に帰国してしまい、しばらく一人で作業することになったんでしたね。船内の荷物の移動は終えているので、いよいよ作業に取り掛かろうというところなんですが、今回の浄化作業は半年の期間を予定してますので、今後効率よく作業できるように作業スペースを自分仕様に整えていこうと思います。道具が仕事をするとか、道具が使える人が一人前なんてよく言いますよね。道具が 100% 機能するための環境づくりからということで、まずは草を抜いて整地します。その後に物置小屋の建設や作業台の製作、今回はこれを進めていこうと思います。で、じきに船が移動してくるので、ささっと草取りを終わらせてしまいましょう。めっちゃね、もうみんなこれ根っこ広がってて、ちょっと大変なんですが、これやっぱもう抜けますね。抜いちゃおうかな。よいしょ。よいしょ、行くか。旅をしながらの DIY なので、できることにも限界があるのですが、なんかいつも作業を進めていくうちにだんだんと大掛かりな作業になっていくみたいなのが多くて、これまでは道具を置く場所や作業スペースが不十分なまま効率悪いなと思いながら最後まで続けてるみたいな感じでした。作業台とかも適当なものでその都度やってると、やっぱり完成度もそれなりになっちゃいますよね。よし、さあ船動かすということですで、行きましょう。このボートヤード内での船の置き場所なんですけれども、最初置かれたこの場所がですね、なんかど真ん中の非常に目立つような場所でして、お隣さんにも気を使うし、ちょっと落ち着いて作業できなさそうだったので、別の場所への移動をお願いしたんですね。それで奥の角っこに移動することになりました。ただこの移動先の場所がですね、土地が低くなってまして、泥が溜まって草が生えてるわ、雨が降ると水が溜まるし、ゴミや何やらが散らかっているような、あまりいい場所とは言えない場所だったんですね。なので皆さんにはお勧めされなかったんですが、僕は片付ければかなりスペースが確保できるなと思いまして、フェンスの向こうは緑がたくさんありますし、ここなら落ち着いて作業できそうだなと思ったんですね。Thank you。 ゴミ収集のおじさんが来てくれた。今は彼だけが友達だな。彼だけがこの掃除に手伝ってくれる。移動完了です。設置されました、この場所に。無事ね、特に問題なく移動作業が完了して一安心です。さあ、でここのね、泥がね、だいたいこんな感じで、さっきまたちょっとマストがね地盤に乗っかってたんだけど、少し上げました。でもうちょっと周り掃除して片付けて、土はやっぱあっちのね、芝生のところに土は土へということでやったらいいという話なんで、今回僕らはキャビンの中も作業したいので部屋を借りてそこで寝泊まりしていますが、短期間浄化させるセーラーの中には船で寝泊まりしている人も結構いまして、ボート宿にはトイレやシャワーが完備されていて、電源や水道も船の近くにあるので、それほど不自由なく滞在できると思います。綺麗になりました。さ
最初ね、ここからもうここは草がボーボーに生えてましたからね、この延長で草も泥もね、ゴミもきれいになりました。ちょっと今からね、バイクを交換しに行きます。なんかセルが回んなくなっちゃって、多分バッテリーが完全に死んじゃった感じっぽいんだけど、今までかろうじて待ってたけど、もう完全にぐらいの感じなんで、バイク屋さんに行ったら今日交換してくれるというので、今からちょっと交換しに行きます。そろそろじゃあ倉庫をねちょっと作りたくて、これが柱になります。丸ノコでカットします。電源はね船から取ってます。日本の丸ノコなんで 100V なんですよね。このマレーシアの電源は 200V なんで、この丸ノコは使えません。 100V だから。まあ今ね、もう船の電源日常使ってないんで 1100W ソーラーパネル充電してんで、電力有り余ってます余裕で一日中使えると思います。倉庫作りに使う木材は、細いものは途中クアラルンプールで調達しましたね。太めの柱なんかは今借りている部屋の大家さんに廃材をもらったりしました。離島なんで建材なんかはちょっと割高ですね。小さいものならショッピーという通販サイトで割安で買えます。さあ、資材が今運んでもらいました。ベニヤがでかい。8フィート4フィート 2.5×1.2 ぐらいありますね。厚さが9ミリと12ミリと、なんか思ったより見た目綺麗なベニヤっすね。ボタンが、これが12フィート、切って使おうかなと思って、その方がなんかちょっと自由が利くかなと思って、長いの買いました。ここランカウイ島はタイとの国境近くに位置してまして、ヨットが止められるマリーナやボートヤードがたくさんあります。免税の島なのでヨットの売買も盛んらしいですね。船を浄化できるボートヤードが5カ所ぐらいあるんですが、ヨット部品の専門店みたいのは思いのほか見かけません。陸上の街は割とヨットとは無縁って感じですかね。流通の国ですし、免税の島なので時間はかかりますが、他の土地から仕入れるハードルは低いと思います。天候は寒気が11月から4月くらいということでしたが、11月はまだ雨が多く、12月になると夕立が週に3回ぐらいになり、1月は全く雨が降りませんでしたね。2025年は11月下旬にこの辺りでは非常に稀なサイクロンが発生したりと、周辺地域では例年にない大雨による大きな被害が出ている年でしたが、ランカウイ島では目立った被害はなさそうでした。赤道に近いので台風のような大荒れの天気というのはなくて、スコールの時に割と強い風が吹くぐらいか、北風も強い時はちょっと強いかなという感じで、でも比較的穏やかな海域なので、タイのプーケットとランカウイを行き来してのんびり過ごすセーラーも多いようですね。最近ずっと晴れてたんですけど、昨夜夕方ぐらいもちょっと降ったかな、雨降りましたね。こっちの方もちょっと雨雲があるかな。いや、それより今猿が船の上登ってましたね。ちょっとこれが橋になっちゃってる。ちょっと問題ですね。どうにか。でもね、猿賢いからね。いや、棚ができるともうなんかすっかり倉庫っぽくなりますね。
こっち側にもね3段、あと1段とこっち側にも3段。向こう出入り口にしようと思ったけど、やっぱこっちにしようかなみたいな。まああらかたできたんでございます。で、扉がねまだついてないんですが、これが扉のフレームですね。あとね、道具がね、ドライバー、バッテリードライバーが壊れちゃったわけですよね。ドリルドライバー用のモーターが届きました。こちらが新しいやつ。見た目はほとんど変わんないですけどね。ギアがでもちょっとサイズ違いましたね。これが問題なければいいんだが、これを取り付けていきます。モーターが弱い気がします。手で押さえて回すとあんま回んない。来るぞー。めっちゃ降ってる。あそこめっちゃ降ってる。やばい、来る。迫ってる。やばい。よいしょ。バイクね、これレンタルバイクなんですけど、最初に借りてたやつがセルモーターが回んなくなっちゃって不便だったんで交換してもらいました。これね、マレーシアの、ブランドなんですね。モデナスっていうマレーシア製バイク。で、本当にこのカブとスクーターが合体したみたいなやつ。これが本当にマレーシアでポピュラーで、ここにこうカゴがつくんですね。プラスチックだったり、バイクによってありますけど、非常に、ポピュラーな、経済的なバイクですね。燃費がね、30キロぐらい走ったかな。ただね、タンク容量が少ないんですよね。3リットルぐらいかな。もうちょっと入るのかな。でも結構少なくてね、割と燃料頻繁に入れないといけないっていうのが、若干めんどくさいっていう。燃費は悪いわけじゃないんですけどね。さあ、作業台も作っていきましょう。もう角材は余ってないので、すべてベニヤで作っていこうと思います。さあ、最後に天板を乗せて、いよいよ作業台も完成です。結構ね、しっかりとしたいい作業台ができたと思います。ということで、今回の作業はまずは環境から整えようと草取りから始まったわけですが、暑いし、一時的な滞在のためにここまでしなくてもなと思いながら始めたんですけれども、やっぱり掃除するというのは気持ちの面でも準備というか切り替える時間になって、終わってみると絶対やってよかったなと思いましたね。これで今後の作業も集中してできそうです。さて、次回は今後のメンテナンス作業の概要をお話ししようと思っています。毎週金曜日にボイシーにて近況報告配信中です。こちらは僕らのタイムリーな話題をお届けしています。概要欄に詳細ありますので、ぜひ覗いてみてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。またねー。